通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界一時ニュースの時間です。さあ本日はですね、実写版モアナからの話題になります。今回、この実写版モアナの初週末興行収入というのが出てきたんですが、どうやらこれがとんでもない数字になってしまったというんです。現在比較対象が実写版白雪姫になってしまっているということで、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんついに来ましたよ。実写版モアナ初週末が終了いたしました。やばいですすごいことになりましたね。今日ね、この辺りじっくり見ていきますが、その前にですね、プクタがお休みしている間に、こちら悲しいニュースが入ってきましたね。ジュラシックパークでおなじみのサム・ニール。彼がね、今回亡くなってしまったということで、いや、これは驚きましたね。今年ですよね、4月、もともと患っていました癌をですね、克服したということで、俳優業復帰の意気込みも示していたということなんですが、その3ヶ月後、今回ね、亡くなってしまったと、78歳だったということで、何があるかわかりませんからね、この年齢だと。で、一般的にはね、やっぱりこのサム・ニール、ジュラシックパークでね、非常に有名なんですが、ホラー好きのプクタとしてはですね、やっぱり、イベントホライズンでしょ。皆さんご覧になったことありますか？宇宙もののホラーといえばね、エイリアンが思い浮かぶ方多いかもしれませんが、このイベントホライズンね、素晴らしいんですよ。これサムニールとローレンス・フィッシュバーンが主演なんですが、素晴らしいですよ。ぜひご覧になってください。こちらね、ユニバーサルの公式 X アカウントなんですが、訃報を伝えておりまして、リプランではね、みんなが悲しんでいるというような状況になっています。ご冥福をお祈りいたします。ボックスオフィス、モアナ実写版$4300万の初週末興行収入で、ファウンダーズ。ディズニー実写リメイク作品の中でも最低クラスのスタート。ということで早速ですが、こちらですね。Flounders とあります。こちらが本日のキーワードになります。Flounder。大きな困難に直面する。または次に何をするべきか、何を言うべきか、全くわからなくなること。ということでね、こちらの Flounder というのは苦戦するという意味になります。もがくとかね、行き詰まる。こういった意味ですね。でね、こちらのチャンネルをご覧になってくださってる皆さんだったら、このね、フランダーっていうのを聞いて、何か思い浮かびませんか？そうなんです。こちら、リトルマーメイドのフランダーですね。こちらね、英語の綴りを見ていただくとわかりますが、これ、全く同じです。で、このね、フランダーには、苦戦する以外に、またね、別の意味もありまして、これね、ヒラメという意味なんですね。じゃあ、このリトルマーメイドのフランダー、お前ヒラメだったのかという話になるんですが、この人ね、タイです。紛らわしいでしょ。これ本人もね、なんでヒラメにしたんだよと言ってましたが、この前一緒に飲み行ったんですけどね、これ確かね、リトルマーメイドのスタッフのインタビューかなんかあって、なんでヒラメっていう名前つけたんですかって聞かれて、確かね、意味ないって言ってたと思います。なんとなくつけたと。で、ちなみにね、このヒラメのフランダーと、この苦戦するのフランダー、これ全く別のワードです。これね、綴りも同じ、読み方も同じ、しかし意味が全く違うという、これもね、以前勉強しましたが、同音異義語というもので、全く別の言葉です。なので、今回の見出しの場合は、苦戦する、振るわないとかね、こういった意味になり、海の生き物で言いますと、こちら、ヒラメという意味になります。ということで、こちらは、ボックスオフィス、モアナ実写版$4300万の初週末興行収入で苦戦。ディズニー実写版リメイク作品の中でも最低クラスのスタート。興行収入は週末興行ランキングで1位を獲得するには十分だったものの、一応1位は取ったんですね。実写版モアナの制作費が2億5000万ドルという莫大な額であることを考えると壊滅的だ。ね。ここでもね、スーパーガールに続き壊滅的だと言われてしまってます。しかもこれはディズニーの巨額な宣伝費を含まない数字である。2016年のオリジナルアニメ映画から10年後、さらに続編公開から2年も経たないうちに劇場公開されたモアナはディズニーの実写リメイク作品における公開時期の難しさを浮き彫りにしている。白雪姫やタンボのように時間を空けすぎると作品の文化的な存在感が薄れてしまう。一方で公開が早すぎると観客がもう一度劇場で見たいと思うほどのノスタルジーが生まれない。しかもすでに見た作品であり、ディズニープラスで簡単に視聴できるため、なおさら劇場に足を運ぶ理由が弱くなる。これは正直あるでしょうね。じゃあまずね、あれからこの実写版モアナのオーディエンスのスコアというのが出てまいりました。こちらオールクリティクスが 34%、 これかなり下がりましたね。そしてベリファイドオーディエンス見てください。 90%、オールオーディエンス 77% ということで、どうですかこれね。どのように見るかというのが難しいところですが、一応これね 90% かなり高いですよね。
しかし、これね、興行収入が伴っていないため、この 90% というのを真正面に受け止めるのもね、難しいのかなという気はしてます。オールオーディエンスはね、77% と、割と平凡な数字になっているので、以前もね、この仕組みというのを勉強しましたが、ベリファイドオーディエンスというのは、認証されたオーディエンス、つまり、前売りチケットを買って見に行った観客のことなんですね。で、このロッテントマトの親会社というのがファンダンゴというね、チケット販売会社なんですが、主にここ経由で買った人たち、これが評価するので、ここはね、高くなりがちです。なぜなら熱量が高いから。つまり、一部の熱狂的なファンしか見ないような映画だと、ここが突出するという傾向があります。これ白雪姫も同じでしたね。なので本来であればね、このオールオーディエンスも 80% 中盤から後半、この辺りが出てれば、劇場に足を運ぶ価値もあるのかなというようには思いますが、ちょっとなかなか評価が難しい数値ですよね。一見するとね、黄金比には見えますが、ここに差がありすぎるということですね。そしてね、こちらも初週末の興行収入ですね。ドメスティック国内が4300万ドル、インターナショナルが5200万ドルで、その合計が9500万ドルということで、蓋を開けてみればね、1億ドルに届かないということになったようです。で、注目すべきはね、こちらですよ。国内興行収入。これがね、4300万ドルということで、はい、こちらです。我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさん主演、ディズニー実写版白雪姫、オープニング興行収入ですね。白雪姫、興行収入4300万ドルスタートということで、これね、同じなんですよ。白雪姫と、やばいでしょ。皆さん、モアナがですよ、実写版白雪姫と北米の興行収入、同等なんですね。いやー、さすがにね、プクタも、ここまでとは思いませんでしたね。いや、だって、ありえます？いや、ディズニーにしてみれば、今回の実写化というのはね、もう盤石なんですよ。石橋を叩いて、もうぶっ壊れる直前まで叩いて、100% 安全を確認した上で、ゴーサイン出してこれ作ってるはずなんですね。実写版モアナ。それが世紀の大失敗作、白雪姫と同等と。おそらくですね、一番衝撃を受けてるのはディズニーなんじゃないかなと思います。これ大げさじゃなくて本当にね、正直プクタもモアナっていうタイトルついてたら、とりあえずお客さんは行くんだろうなと思ってましたからね。そうはならなかったというわけです。ただモアナにもね、一つ好材料というのがありまして、ここですね、インターナショナル、海外ですよ。これが北米を上回っているんですね。で、海外にね、超強いというような比率ではないんですが、ここに関してはね、白雪姫よりも成績がいい。つまりトータルで言いますと、白雪姫ね、9000ドル届いてなかったはずなんで、世界興行収入は若干高いというようになっています。で、シネマスコアですね。こちら出ています。つまり観客に対しての出口調査ですね。これモアナ実写版 A- でしょ。これ実写版白雪姫が B+ でした。つまり白雪姫よりも1段階上なんですね。なのでこのあたりもね、全世界興行収入を見比べても、おおよそ比例してるのかなというような感じですよね。白雪姫よりはいいと。ね、皆さん。ただいずれにせよ、比較相手は実写版白雪姫になっちゃってるということです。で、これに関してはね、ディズニーが一番驚いてるんじゃないか。そんなお話をしましたが、これやっぱりね、結構業界も衝撃受けてるんじゃないかなと思っておりまして、これ見てください。デッドライン。先月の記事ですよ。モアナ実写版、ディズニーの大ヒットアニメ映画を実写化した作品、北米オープニング興行収入、8500万ドルへ向かう見込み。ということで、たったの1ヶ月前です。6月には、このモアナの北米のオープニング興行収入、8500万ドルと予測されていました。じゃあ蓋を開けてみたらどうなったのか。同じくデッドライン。モアナ、北米オープニング興行収入、4300万ドルで不発。ということで、初期はね、8500万ドルと予測されていましたが、実際は4300万ドルに下がってしまった。その差、4200万ドルです。つまり半額ですね。そのぐらいこの不発というのは、もともと誰も予測してなかったというわけです。モアナの世界興行収入は、わずか9500万ドルにとどまった。制作費は2億5000万ドル。ディズニーの実写リメイク作品として、史上最悪クラスのオープニング成績の一つとなった。これはディズニーが実写版リメイクの制作をやめるべきというサインだろう。アニメが公開されてからまだ10年も経っていない。思い出を振り返るのに実写版は必要ない。まだ見てないけど、見るつもりです。それに、この映画の興行成績や世間の評価なんかでドウェイン・ジョンソンが歌うのを見る楽しみを奪われたりはしない。ディズニーは誰も見たがっていなかった映画が実際に誰も見たがっていない映画だったということを知ることになった。ドウェイン・ジョンソンは映画の殺し屋だ。今回のね、この興行的失敗を受けまして、ドウェイン・ジョンソンね、かなりやっぱりね、いろいろ言われてしまってますね。ドウェイン・ジョンソンが出てるから映画が失敗するんだ。ふざけんなロックと言ってるわけじゃないですよ。どちらかというとね、ドウェイン・ジョンソン、いろんな映画、大作映画を渡り歩くんじゃなくって、ちゃんとね、自分のフランチャイズを持って、着実にキャリアを築いた方が良かったんじゃないか。そんな感じですね。こうやって言ってる人ね、結構見かけます。
ハリウッドは人々が見たい映画を作るのではなく、自分たちが見てほしい映画ばかり作り続けている。一コマ一コマ、セリフの隅々まで同じ物語をなぞっているだけだ。オリジナル版の方が優れている。ディズニーはわざとオリジナルではなく、出来の悪いリメイク版を好きになってほしいと思っているんじゃないかとさえ思う。まるでそれが彼らの意図で、これをバカにしているように感じる。リメイクなんてどうでもいい。あんなものはくだらない。でも、世界ナンバーワンの映画だって宣伝してたのを見たんだけど。というね、これ本当でして、こちらですね。モアナは世界中の観客に愛され、現在世界ナンバーワンの映画となっています。これ確かにね、嘘ではないんだよね。世界ナンバーワンと。本当面白いのがこちらですね。モアナは観客から愛され、現在世界中で上映中ということで、ロッテントマトでね、90% 取りましたと。残りの3項目はね、ちょっと脇に置いといて、ベリファイドオーディエンスで 90% 取りました。このようなプロモーションをしています。でもこれでありだったら、ロッテントマトね、もっともっと細分化して、どこか1個突出したらそれをプロモーションに使うっていうね、力技ができるんじゃないかなと思いましたが、いかがでしょうか。で、プクタがね、改めてこのモアナの実写版、やっぱりこれでダメだったんだろうなというのがね、集約されたポストというのが、なんと、アカデミー公式から出てきまして、モアナ伝説の海2016と2026、第89回アカデミー賞において、モアナと伝説の海は、長編アニメーション賞と歌曲賞にノミネートされたと。このように言って、この2本を並べて見せるという動画を投稿してるんですね。でも実際どうですかこれ見て。プクタね、まず最初に思ったのが、下が30年前の映画で、上が今回のリマスター版ですと言ってるように一瞬見えません？だからね、プクタこの並びを見た時に、そりゃわざわざ見に行かないよねと思ってしまいましたね、本当に。いや、だからね、その CG アニメを、改めて実写で見せる。で、結局それも CG になるわけじゃないですか。需要がね、オリジナルのモアナを見てない人にしかないということですよね。だってモアナだから。だからこれが 2D アニメーションの実写化です。となったら意味合いは全く変わってきますが、おそらく多くの人が2年前にオリジナルのモアナを見返しているという状況を考えれば、確かにこれなら見に行かないよねと、妙に納得してしまいましたね。ちなみにね、こちら、アオリアバラエティ、こんな投稿しておりまして、モアナ制作人、ポリネシア文化と伝統を尊重するための密接な協力体制や、実写映画において、なぜ表現、代表性が重要なのかを語る。で、これに対してね、コミュニティノートがついておりまして、バラエティ紙は、オデュッセイアにおけるギリシャ人の表現不足を指摘する人々を繰り返し批判し、トロール、カルチャーウォリア、人種差別主義者と呼んできた。またそうした人々は、彼ら自身のアガメムノンであるイーロン・マスクに率いられて戦っているとも表現した。ということで、ここでね、このダブルスタンダードを指摘されていると、こんな珍事も発生しています。はい、ということで本日はですね、ついに公開されました実写版モアナ、初週末の興行収入が大惨事となってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ということでこの実写版モアナ、莫大な予算をかけまして、ここからもね、ディズニー自身、公開すれば10億ドルは間違いなしと踏んでいたんじゃないかなと思います。このままでいってしまいますと、とてつもない赤字を生み出すということになりそうですね。でこれもね、以前お話ししましたが、今回のね、この実写版モアナ、興行的に失敗するということになれば、おそらくね、とりあえず実写化しようというディズニーの体制は縮小していくかもしれませんね。で、日本ではね、こちら7月31日公開というようになっておりますが、この日ね、スパイダーマンブランニューデイが日米同時公開という日になっているということで、日本でこのモアナが突出してヒットするっていうのも、この感じだとないような気はしますよね。だって、スパイダーマン行くでしょ皆さんね、どちらを見に行くか、もしくは両方見るという方もいるかもしれませんが、ぜひ教えていただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。